こんにちは。ミツバチハニーのルミです。今日は、蜜蝋を生成するっていうことをしていきたいと思います。ミツバチを飼っていると、蜂蜜はもちろん取るのがメインだと思うんですけれども、蜜蝋も巣箱にあるので、これを使っていろんなプロダクトを作ることができます。で、これは私が飼っているミツバチの巣箱から取れた蜜蝋になります。でこれをきれいに溶かして生成して、で新たな、蜜蝋だけの純粋な蜜蝋を作っていきたいと思います。それでは早速作業の方を進めたいと思います。でこれがいつも使っている道具になります。いつもちゃんと測ったりしないんですけれども、今回は、自分でも記録に残しておこうと思って一応全部測って入れていきたいと思います。これが、集めてあるこの巣箱から取れた蜜蝋になります。蜜蝋っていうかこのコームですね。巣箱から取れたコームになります。これは巣箱から、きれいにスクレープしたものになります。まずはこれを、何グラムにするのか測っていきたいと思います。でここにあるのが、スロークッカーって言って二重になってるんですけれども、ここにお水を入れて、でこの蜜蝋を入れて溶かすっていうことになります。で今蜜蝋がどれぐらいあるのかわからないので測ってみたいと思います。いろいろプロダクトを作っていると蜜蝋を使う頻度が多くて、ちょうど今もうなくなってきているので、これをまた新たな綺麗な蜜蝋にしていきたいと思います。不純物がたくさん混ざっているので、これを取り除いて純粋な蜜蝋にしていきます。今488グラムあります。ちょうど500グラムにしたいと思います。はい、今ちょうど500グラムになりました。ちょっとかな。こんだけあっても、生成すると不純物を取り除くとものすごく少なくなってしまうんですけれども、はい、今これで500グラム、これが500グラム分ですね、になります。でこれをこのスロークッカーの中に入れていきます。全部入るかわかんないですね。一度に入らないかもしれないので、少し溶かしてスペースができたら残りのものを加えたいと思います。半分ぐらい今入ったんですけど、まだ半分残っているので、とりあえずこれだけで、お水をここに加えるんですけれども、お水もそんなにはいらないんですが、今1カップですね、これを入れます。お水を入れることで、分離をさせることができます。でこれを入れたので、蓋をして、これを今チャンネルをオンにしました。これでしばらく溶かして、で少しスペースができたら残りの蜜蝋コームを入れていきたいと思います。はい、今これがだいたい30分ぐらい経ちました。あと2分で30分の状態ですね。この
スロークッカーに入れてから、結構ふにゃふにゃになっていて、さっき硬かったんですけれども、だいぶふにゃふにゃになってかさも減ってきてるので、もう少し蜜蝋を加えたいと思います。あんまり入れると今度蓋が閉まらなくなるので、もう一回ぐらい入れ直さないとダメかもしれません。またこのパンパン状態からもう少し火を入れていきます。これスロークッカーなので、沸騰とかはしません。なので優しく温める感じですね。これでまたあと30分ぐらい待ちたいと思います。はい、今1時間経ったんですけれども、かなり溶けています。で、ちょっとお水が少ないみたいだったので、これから今2カップほどお水を足しました。で、最後のこの蜜蝋を加えて、また溶かしていきます。蜜蝋はだいたい62から63度で溶けるんですけれども、引火性があるので、温めるときには直火には当てないようにしてください。で、お水を入れることで比重が違うので、蜜蝋とあと不純物とかが分離させることができます。もっと細かくしてから入れてもいいんですけれども、溶けてしまえば同じなので、それでまたしばらく様子を見たいと思います。で、あと蜜蝋を精製するときに使う道具っていうのは、もう一度使ったらそれしか使えなくなるので、それ用におろした方がいいです。蜜蝋がついたら全然取れなくなるので、この辺も前回使った時の蜜蝋がまだついてる感じです。これで様子を見ます。はい、今これが1時間半経ったところです。だいぶ蜜蝋の方は溶けてドロドロになっています。で、さらにお水を1カップ加えたので、500g の蜜蝋に対してお水を今4カップこれ入れたところになります。もうだいぶ溶けて、これはもうカスみたいなものなので、これを後で取り除きたいと思います。で、これまた10分ほど温めたところです。で、また蜜蝋が溶けたので、この辺で終了にして、熱いので気をつけていただきたいんですけれども、もうちょっと横にどけて、で、これはストレイナーですね、ざる。もうだいぶ使ったので汚いんですけども、あと、これはアルミの、ケーキを焼くような型になります。で、これに、これを流し込んでいきたいと思います。これですね、これを流し込んでいきます。多分初めからこのカスが、
取れるようにガーゼかなんかの袋に入れてやればよかったんですけれども、それをやるのを忘れたので、このようにカスだけざるに入れて溶かしています。このカスはもう捨ててしまって大丈夫です。まだ多分少し残ってるのかもしれないんですけれども、蜜蝋が今回は捨ててしまいます。でガーゼの袋とか使った場合には、これを絞り取っていくのがいいかと思います。で、蜜蝋を絞り出します。この辺でおしまいにして、もう一つアルミのこれがあるので、こちらの方にも入れていきたいと思います。これ一回水が少なくなったので、もう少しお水を入れて煮たいと思います。それでまた10分ぐらい置いてみます。また10分ぐらい経って溶けたので、今度はこちらの方のアルミの方に注いでいきたいと思います。ざるの目がちょっと塞がってきちゃってる感じなんですけれども、この感じでカスがたくさん出ます。蜜蝋も含まれてるのが見えるんですけど、この黄色いのが蜜蝋なんです。固まってくると蜜蝋が浮き出てくるっていう感じなんですが、もうほぼ60%、70% ぐらいの蜜蝋はもう全部下の方に溶けて出ています。で、これを今度は冷やしていきます。もう1回ぐらいこれ取れるかなっていう感じの量が残っているので、ここにまたお水を入れます。ちょっと絞ってみたらまだ出るみたいなので、今手袋をして残りカスを絞っています。なるべく無駄にしないように絞りたいと思います。でこれがカスですね。はい、それではこれが最後のビーワックスになります。これを全部入れてしまいます。蜜蝋なんですけれども、すごく何にでも使えるので、化粧品、リップスティックとかクリームとか、あと石鹸とかですね、だけではなくて家具のポリッシュとかにも使えますし、
もう本当に万能ですよね。もう天然のワックスなので、食べても大丈夫なぐらいのすごく安全な自然のワックスになっています。これからどれだけ取れるかちょっと冷やしてから調べたいと思います。もうこちらの最初にやったのはだいぶ固まってきています。表面にあるのがビーワックス、天然のビーワックス、生成をしているビーワックスになります。で、あと使ったものはあったかい時に拭いておかないと、もうワックスがこびりついてしまって取れなくなりますので、なるべくまだ熱いうちにお掃除をしておいてあげてください。次回のためにですね。それでもワックスなのでそんなに綺麗にしなくてもまた同じものを使うようであれば完璧に綺麗にしなくても大丈夫かと思います。もう固まっちゃうと本当取れないので、もうこのお鍋とかはもうビーワックス生成専用で作っています。はい、このように温かいうちにきれいにしてみてください。でも使う器具はビーワックス生成用専用にした方がいいです。最終的にはこのようなビーワックスになります。次のビデオで生成の様子を紹介しますので、よかったら次のビデオもどうぞ見てください。